おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらの絵を描きました。なんてタイトルにしようかなと。水と人、新しい水彩、半透明不透明を使い分けた透明水、実はですね、サムネイルというのはすごい難しくって、それによってだいぶ視聴回数が変わるっぽいんですけども、やっぱり作り手側として、動画作ってる側としては、いいのできた。もう今回いいのできたと思ってるんですけど、いいのできたぞと思ってもなかなかサムネイルがうまく作れないというか、いうところがあったりとかして、ざっくり言ってしまうと、人間と水を描いた作品なんですね。で、すごくお風呂場に水を張って、その中に、妻が入ってくれてっていう作品なんですけども、水が静寂のピターっとしているところに手をかざして、そこから水が落ちていくという何か儚さみたいなのを描いてみようと思って、実際には油絵にはしているんですけども、もうそれもどこかへ行ってしまいました。売れてしまったんですけど、のでもう一度ちょっと水彩で描いておきたいなと思って描いたんですが、今回の新しい挑戦としては、そういう半透明とか不透明とかをうまいこと使いながら、静寂を描きつつも、細かい描写も今までの人間を透明水彩で薄く溶いたのでちまちまって描くよりは、どんどんと大きく作っていくところを半透明不透明で描いたということで、本編を見ていただければよくわかるんですが、そういったところに挑戦している動画となっております。で、非常に頑張って作りましたので、皆さんちょっとサムネイルとかよくわからないかもしれませんが、ぜひ楽しんで、最後までご覧ください。アップの部分も見せてますし、ぐぐっと短縮した1分のところもありますので、ぜひよろしくお願いします。では、それでは解説をしていこうと思います。B3 のキャンソンボードですね。いつも使ってます。3ミリ厚というものです。このぐらいまず一発で背景からズドンという風に決めますね。この強さ怖さっていうの皆さんどうですか？勇気がない怖いという人はね、例えば水だけでもいいかもしれません。水だけで引いといてその上に絵の具を垂らすとかするともうちょっと綺麗にムラなくいくんですが、ちょっと今回はなんかズバンとやってみようかなと思いました。多少この辺はムラをわざと作っておこうぐらいの感じかもしれませんし、偶然できたムラみたいなものも、絵画の中で面白くなればなという風に思っております。で、右下のこのブルーグレーみたいな色ですね、青と多分赤をちょっと入れてクリムソン冷液みたいなものを入れてちょっと紫にして、それにプラスこれ、左上にあるのがですね、ガッシュの白です。これを案外使いながら半透明、白そのままやったら不透明という風になるんですけども、ちょっと半透明みたいな感じで、塗っていこうかなと。じゃあガッシュでいいじゃないですかって言われるかもしれませんけどね、そのためにわざわざガッシュ買うのもなんで、ちょっとガッシュの白、ポスターカラーの白だけでも買っておくと、ちょっとこういう風に半透明的な感じに塗れるというかですね。で、その効果というのを後々人物の肌とか顔とかでお見せしていくんですけども、今まではどっちかというと紙の白をベースに大事に描いていこうみたいな水彩をブワー拭き取りました。こういう大胆な感じもちょっと面白いかなと思って意図的にこういうのをやってます。わざとムラをちょっと作ることによって貝殻らしさみたいなのを残しておくということをしてみても面白いと思うんですね。また人の顔とかのところでちょっと半透明不透明みたいなのの使い方というか、そういったところをお見せできればなと思います。だから言うてしまえば水彩の基本というタイトルにするのかね。できたらこれ4時間ぐらい書くのにかかってますんで、編集込みでいろいろやるとやっぱ 5,6 時間かかるんですね。で、楽しいんですよ作るのとかね。でもやっぱり全然見られてないわっておじさんかって落ち込むもんなんでございますよ。で、こうやって拭き取ったりとかですね、今のはティッシュとかですね、こういうのティッシュでブシューッと風呂のバスタブをグンと書いてみたりとかしていってますなんかやっぱり柔軟に考えるということを僕自身もやっぱりしていかないと、概念、なんていうかですね、固定概念でですね、もう透明水彩は絶対に白紙を残さないといけないとかですね、にじみぼかしをたくさん使わないととかって僕も思い込んでいた節があるんですけども、でもそういうのも使って
ってみてもいいし、そうやなくてもいいしということを考えていかないといけないなと思います。で、初めにこうやって土台を作っていくという作業をしながら、少し、乾いていないうちに暗いところをゴンと置いてみたりとか、私すごくよくやるのはやっぱ画面構成ですよね。皆さんそれなんとなく分かってきたと思うんですけど、画面の中で、一箇所だけを描き進めるということはしません。そういう絵描きさんももちろんいますし、いてもいいと思うんですけども、現場で例えばスケッチなど描くときとかって案外、こういう風に暗いのをちょんと画面の中でアクセントとして置いて、引き締めながら進めていくという方法を取ったりすると途中で終わったみたいなことがないんですね。だからそういったことをこういう方法とかも取られてみてはどうでしょうか。これは私やっぱり受験の先生とかもしていたことがありますので、受験とかで、やっぱり使うんですね。6時間で油絵描くなんていうことで、ですね、ちょっとじゃあ久しぶりに雑談でもしたりしてもいいかもしれませんね。今日はちょっといろんな受験生がいましたという話、もう今から20年近く前の話なので今はどうか知りませんが、そういった話もしていこうと思います。でも大事なところというのはポイントでちょっとまた戻ってきますが、東京芸術大学の入試である年に透明水彩を使うという試験が出てきたんですね。素描という名目の透明水彩で描きなさいという試験が出てきたんですね。あれは何年かな、2003年とか4年ぐらいかなと思うんですね。で、実際問題はその素描と油絵の2つで評価するという試験だったんですけども、それが初めて導入されたか2回目か3回目かちょっと覚えてないですが、そんな感じの年だったんですね。で、私1年間だけ浪人生を教えていたっていうことを話したことあるんですけども、大体高校生を教えていたんですけども、なんで高校生を教えてたかっていうと、5時から8時までなんですけども、案外こう休ませてもらえたというかですね、その担当の先生が非常に寛大な先生で、おいおい大木曽休んでいいよって言ってくれるんですね。僕はよくこう上野駅からそのアルバイトをしていた水道端美術学院の方に、これはちょっと透明っぽい感じでまず土台作ってってますけども、いいよいいよなんて言うてくれる先生で、よくその先生と高田馬場や新大久保、池袋、目白等々でよく飲んでおりましたのお酒を、本当に日本酒を初めて教えてくれた人かもしれませんね。で、よくこう僕は上野駅まで歩いて池袋に今日バイト行かなあかんと思ってもですね、ちょっと上野の東京芸術大学、パンダ生まれましたね、双子のパンダ生まれた言うて喜んでましたけど、駅まで歩いていくとやっぱ疲れるんですね。駅までだいたい10分ぐらい、東京芸大から東京芸大へ行ってみたという動画もありますが、そういうこうねサムネイル作業してる動画もありますが、そうするともうやっぱキオスクと呼ばれるところですね、麦のジュースですか、麦ジュースというのが売ってたりして、そこでちょっと疲れた、ちょっと麦ジュース買おうかなと思って、22、3歳ですよ僕ね、その時ね。で手もちょっと土台を表に出てるところはこういう風に例えば直接的な色を置きながら水に浸かっているところみたいなのは一回土台を作ってからっていう感じにしてますね。で、本当麦のジュースをシュポッと開けるとですね、麦ジュースやっぱ美味しいんですね。グビグビって飲むとですね。で、それで今からバイト行かなあかんなと。で、もう行きたない、また大学戻って絵描きたいなと思ったりするというかですね、ちょっとお腹が痛くなったりですね、ちょっと精神的に弱い人間ですので、お腹痛くなってきたってなって、ちょっと携帯電話が普及しだした頃、やっぱこれ土台塗ってるところに同じ色塗ると、これね、水が入ってるとことなんていうんですか、外に出てるところの色が違うでしょ。これが透明水彩のやっぱ特徴なんですね。重ねるということによって起こる。でもとにかくこうお腹痛くなったりすると電話するとですね、その T 先生がいいよいいよつって、お腹痛いんで休んでいいですかって言って、いいよいいよ休めおきそうって言ってくれたんですね。すごい寛大で、だから、高校生を教えていることが多かったんですが、1年間だけ小木さんとこさ、なんか大体高校生だからそんだけやっぱり結構受かっていたんですよ。東京芸大ある年は1クラス確か4人ぐらい受かったような年があったんですよ。東京芸大当時でも35倍ぐらい倍率あって、高校生で1クラスから、正規で3人プラス確かその入試直前講座みたいなんで、私の担当になったような子が1人やったような記憶があるんですけども、
でそんなことがあったりとかして、小木曽のとこはなんか高校生現役だから受かるんだよなんて言われたから頭きてカチンときてですね、1年だけ浪人生を教えた年のお話なんで、大博士課程ようやく自分の頭の中でリンクしてきました。2004年かな、2456なんで、そうですね。で2004年の話ですね。でその年に水災がというのがあって、困ったなと思って、ちょろちょろっとやらしていたりしたんですが、そうね、その当時の子が今度あれ三越で個展するって言ってて、これ公開されてる時はもうやってるか終わってるかちょっとわからないですが、よかったら行ってあげてください。自分らで調べてください。お名前出す許可も得てないので、名前を出しませんが、でその子に聞いたら確かにすごいいっぱいその後ですね、いろんな賞を取ったりした子がその年いたんですよ。でこの話何度かしてると思うんですけど、そんないきさつで僕はズバッと髪の毛行きましたね。高校生から浪人生を1年間だけ教えることになって、博士課程の1年生で若干時間もあったんですが、そういう理由で教えることになったんですけども、クラス分けの時にとにかくどういうか初めにコンクールってあるんですね。もう落ちた子たちにまたコンクールさせるなんて酷ですよね。東京芸大とかに落ちて浪人するぞと、1浪する2浪するとか3浪する5浪するとか、そんな感じの子たちが、みんな一斉にコンクールして、でなんかもういきなり成績つけてですね、でそこでクラス分けをするわけですよ。で私はその S 先生っていう人と組むんですが、その S 先生と組みながら、僕ちょっと選ばしてもらっていいですかって言ってですね、いいよ、よきそうやればいいじゃんということで選んでったんですけども、多分その時ですね、その先生はびっくりしてたんですよね。下手な人というかですね、成績悪い人からどっちかというと取っていったんです私で。やっぱり1年間あるんやったらば、多分150人とかそのぐらい浪人生がいて、徐々に分けてって多分4クラスか6クラスぐらいに分けるんですけども、だいたい30人ずつぐらいですかね。でだいぶ進んできましたね。やっぱ白使ってることによってやっぱりですね、ちょっと、いつもよりもこうなんか透明っていうデリケートな雰囲気ではないですよね。で1年間あるんやし、わざわざその浪人しに来てくれたんやから、それは覚悟でやったろうかなっていう感じはあったんですね。で4浪ぐらいしてる子で上手じゃないけども、上手かな、一人の子は河合塾というところから来て、その河合塾ので教えてた先生が小木曽頼むということで、3浪したけど無理やったから4浪目小木曽のとこに頼むって言ってきた子とか、いろいろ言ったんですが、ここ大事ですね。これ思いっきりいきますよ。ここのところで私のちょっとなんかタガが外れたというか、ダイナミックにくらいのガンと置きますよ。で暗すぎずにやっぱりグレートーンというかですね、右のパレット見て分かる通り、ちょっと白が入りつつの茶色、少しこう色を入れながらも茶色ですねっていうのを言ってますね。こういうところがなかなかこう皆さん勇気がいるかもしれませんが、この作業みたいなのがちょっと白とか入っていたらだからある深みのある効果が出たのかなという感じがするんですね。でその後もちょっとずつ色とか赤とかいろいろ入れていくんですけどもね。でそのクラス分けの時にどういう基準で、うまい下手ではなくて、絵の具の厚さ、油絵の具のだったんですけども、厚さで僕選んでみたんですよ。簡単に言うと、何度か言ってるんですけど、ケチらない子って伸びるんですね。である程度までは理屈でいけると僕は自信があって、で受験って面白いもんで、当時ですよ、もう今は知らんですよ、当時はやっぱりですね、大学の先生で見るところ見えるんですね。例えばこなれて描いてしまっている、描き方で描いてる絵ってやっぱり良くないんですよね。で経験がある程度積まれていくとこなれてくるわけじゃないですか。でそしたらこうやったらこう描けるとかこう描けるって、でもそう描けるということで描くことによって何かが失われていくんですね。愛ですよ、愛。これめっちゃかっこいいとかめっちゃ綺麗とかっていう感情の部分みたいなのが失われていく。だから太郎をするんだということに、私は浪人時代、自分が浪人している時に気づいて、そういう研究ばかりをしていたんですね。暗いし やばいやつですよね。でこの人なんで3浪もするのかな、4浪もするのかな、5浪もするのかなっていうのを人を見ていたんですよ。ひどい人間ですよね。こうやって人間っていうのはどんどん腐っていくわけです。私みたいな人間になりたくなかったらみんなピュアに育ってくださいね。よろしくお願いしますね。でそんなんでやっぱり絵の具を厚く塗っていくという学生さんを取
取っていった。だからめちゃくちゃ下手なんですけど、絵の具だけはケチらないから、あとははっきり言ってしまうと、形の取り方やったり絵の具のつき方やったり何やったりっていうのはずっと私が動画で言っていたようなこと、例えば重層構造を意識してみようねとか、ちょっと構造をですね、ただ絵の具を塗ったくれ魂で描くんやじゃなく、ちょっと理性をね出しながら、とどめながら、こうやってこう塗ったらこういうところがこういう風に見えるよとか、ここを見せたんやったらこういう風にした方がいいよとかっていう、ある程度の絵画史上的な理屈を教えていくんですね。で結構それで絵の具が厚く塗れる子っていうのはケチらないし、頭がいい子っていうのは理解できていくんですよ。で頭の悪いというと言葉悪い、頭悪いんですけど、人っていうのはその辺が理解できないんで、ある程度こう実は美術史の中で、脈々とされてきたことを教えているだけなんですけども、自分のなんていうか凝り固まってしまって動かない人もいると。でそんなこんなでその時の試験というのに、ようやくここに話が戻りますが、透明水彩というのが二次試験の時に油絵と透明水彩という試験だったんですね。でこれ変な話なんですけどね、今も多分あると思うんで、もうそんなん別にいいんですけども、東京芸大の試験ってすごくアルバイトの学生が必要なんですね。500人ぐらい当時二次試験に行く学生だけでも500人で、それがいろんな部屋に分かれてやるわけですね。でだから大学院生とか博士課程の学生さんとかがアルバイトをするということで、私もそれに駆り出されましてアルバイトをしました。前日に一応軽くは準備するんですが、本当の準備はその夜するんですよ。でその本当の準備をやるというのが助手さんがやるんですよ。助手さんで各先生に1人ぐらいついていたりするので、だいたい15人とかぐらいだと思いますけどもいるんですね。これ別に隠し事でも何でもなくて、多分予備校の先生とか東京で受験している人全員知ってる話です。別に隠しているわけじゃなく、本当に助手さんが最後にやるという、だいたいまで分かるっていうかですね、なんかイーゼル立てたよぐらいのことまでは分かるというか手伝うんですね。でもそれをその夜に大幅に動かしたりするんですよっていうことがあるんですけども、一応前日にその試験の手伝いをして予備校にヘラヘラ帰ってって、一応なんかどんなもん作ったとかこう真面目な先生が聞いてくるわけですよ。明日何でそうとか言って、僕適当なことばっか言いまくって、何年も予想を外すという、もうある時からみんな私の言葉を信じなくなったという狼少年だっていうことで、私も別にそんなんで受かってもしゃあないやんっていうところがあったので、興味がなかったのでですね、もうちょっと時間あるからちょっと脱線しましょうかね。その話最後までいくとちょっとずつ書き込んでてますね。で何を話したいかというとですね、水彩の試験があって、全然とある子に関して準備をしていなかったんですね。M 君という学生なんですけども、もう書いたこともないと。でそのこと全く僕忘れていて、で試験監督の準備を前日にしていて、一応予備校に帰ってこいと言われたから帰っていこうかなと思って帰ってる道中に、彼から携帯電話にショートメールかなんかで入って、担当の学生です。先生、僕水彩画を一回も描いたことありませんと。あれそうやったっけなんていうことでですね、困ったねなんていうことで、どうしようかっていうことで、ちょっと予備校変える前にちょっともうねあれやからちゅうので、でもこれ違うか、試験最中の話かな、ちょっと忘れましたけども、とにかく、じゃあどうしようかということで、池袋にですねメトロポリタン口というの、東京の人分かるかもしれませんけども、メトロポリタンプラザというのが東急デパート、東急じゃないんですね、東武デパートの横にあるんですけども、今もうありますかね。そこのところに東武美術館というのがありました。全然水彩の基本ちゃうやんって言われそうですね。で、そのところに噴水があったんですよね。今あるんですかね。僕ももう何年も行ってないんでわからないですけど。で、噴水があって、ちょっとそこで待ち合わせ、M 君待ち合わせなーって、何時、試験監督何時ぐらい終わって、何時ぐらいにその辺捕まっといて、ちょっと紙となんか水彩道具と水入れぐらい持ってきといて、ちょっと、要はその噴水のところで指導したんですよ。でその時教えたのは、透明水彩こう薄く塗って、なんかこうちょっとその上にちょんとにじみでもつけて、それでティッシュかなんかでポンポンで拭き取ったりしたら綺麗やったりするところもあるから、そんなんを重ねながらやりみたいなことだけその場で教えたというですね、ひどい先生ですよね。
そうですね。これ言ってるってことはそうなんですよ。結果としてその子は東京芸大に受かったんですよ。ねえ、笑っちゃいますよね。だからだいたい油と水彩があるんやったら9割油見てんちゃうかなっていうのが私の推測で、それが合ってたかどうかわからないですが、例えば同じような出題が出たりするときはだいたい多分水彩も多少かけた方がいいよねということで、ちょっとひろゆきさんみたいになってきたな。そういう試験だったということですね。何の試験だったかな覚えてないですけどね。本当にその年の浪人してた子たち、はっきり言うとボロクソ言うたんでめっちゃ嫌われてるとは思うんですが、嫌われていない人もいるかもしれませんけど、めっちゃあいつ殺したいと思ってる人もいるぐらい、めっちゃ厳しくいきました。その中にですね、ある主婦の女性の方がおられて、私芸大に行きたいんですみたいな感じで来てたんですね。で、僕そのクラスなんか一緒に組んでた人よりも僕の方が多く見ていたというか、その忙しい先生やったから私が見ていたんですけども、もう任せるよみたいな感じで、もう相当ボロクソ言いながらですね、でも基本的には私のイメージでは最後は褒めるんですよ。入試前は褒めるんですが、基本的には言葉をちゃんと理解してくれたらある程度までは行くよという説明とか話はするんですが、それがなかなかできない人ももちろんいたりすると。でその中でもそのある主婦の方ですね、もう名前も覚えてるわ。その方が講評中になんかこう手挙げてですね、先生私たちも褒められたいんですって言うたんですよ。褒めるとかあったら褒めますけどねって言うて、めちゃくちゃ厳しく言ってたんですね。で一言、カルチャーセンター行かれたらいいんじゃないですかって。最悪ですよね。26ぐらいです私ね。もうひどい男です。今からもう20年も経つんか。そうか、その年の話ですね。そうやって水彩をちょっと書いて受かったということでですね。で今僕これやってるのは水彩を作品性として高めるための自分の自己研鑽のためにこういう動画を作っているわけですね。すごい変な話でしょう。その中から東京芸大に、前も話したんですけど同じ話しますけども、その河合塾から来たH 君っていうのがいるんですけども、その後東京芸大行って、その後タトゥー職人になるっちゅってアメリカに行って、今日本帰ってきてんのかな、ようわからないですけども、SNS ではつながっているんですが、S 君、すごく技術的には達者でですね、なんかこう小手先は上手なんですよ。でもある時にですね、これはどうかな、別の話もあんな、コンクールがあると。でもうなんか私のクラスはめちゃくちゃ熱くなってきて、私もこう喧嘩腰で行くからですね。である時こう全国コンクールみたいなのがあって、で、いろんな外部の人とか集めてコンクールをする会があるんですね。でその時によしお前らがトップ3に入ったら俺坊主にしたるわって言うてですね、そこまで言うたか、お前らもやれと言うたか、もうパワハラですね。今で言うとですね、体育会系ですね。もう20年前の話ですよ。言うたか知らんすけど、で一応コンクールが途中始まって、コンクールの採点をしている時に、採点している部屋の外側でウィーンっていう音が聞こえるんですね。なんかしとんなと思って、で他の先生たちなんか音するなとか言うてるんですね。採点している最中に私はあいつらやっていうことでですね、窓を開けて外を見たら、彼らはコンクールの採点点数が出る前にツルツルになっておりました。そうですね、結果を待たずして本人たちは分かりましたね。実力というのがですね、残念ながら上位3人ぐらいには入ってなくて、私はヘラヘラ、全国コンクールの最中笑っていたという感じですね。で結局最後の方になってくると褒めるという方が僕はいいと思っていて、これ何度か言ってるんですけども、もちろんずっと褒め続けるのもいいんですけど、疑われますもんね。本心じゃないでしょっていうので疑われるから、どちらかというと初めにある程度厳しく言うて、言葉を理解は最低できたらある程度まではできると。例えば石膏デッサンとかって実はある程度言葉を理解できたらできるんですね。でも形とんのがどうやこうやって言ったら、もうとにかく確認作業を繰り返せるかどうかなんですよ。でもその確認作業を繰り返せない人っていうのは自信がなくなって猫背になって離れてみることができなくてっていうことを繰り返したりするんですね。でそういうことをやっていったらある程度できるよっていうことで、どうしても厳しくならざるを得ないということがあって、厳しくしていって、特に上手ではなかった子たち、絵の具は厚く塗れるけど
上手ではない子たちだったから、ある程度理屈をちゃんと脳みそで理解しろということで厳しくやっていったということです。で、最終的にはある程度のところからは、いけそうやなっていうのをつかめ出してからは褒めまくるということですよね。そうするとなんとなく褒められてると、めちゃめちゃ厳しい小木曽さんに褒められてたらなんかいけんちゃうかみたいな暗示にかかってくるわけですよね。面白いですよね。だからその年も確か何人受かったかなって、この間その三越で展覧会する子に聞いたら、もう数忘れましたけど結構多かったですよ。5人か6人か、30人ぐらいのクラスだと思うんですけど、東京芸大に結構入ったという、話があります。水彩の基本的な話は一切しなかったので、サムネイルには水彩まだ作っていないので、水と人ということにしときましょうか。水と人の話は全然していないですね。不透明水彩を使って描くという、ことになりましょうか。で、最後細かい描写もしていくところもお見せしつつですね、そう考えると多分昔の学生さんとかと会って飲んだらもういろんなエピソードがあるんでしょうね。もうだいぶ忘れてます。ものすごいもう物忘れが激しい人なのでですね、あれそんなんやったっけとかっていうのはあります。でもなんかその年はすごい覚えてますもんね。面白かったなと思ってですね、結果的にはもちろんダメやった子もいるからですね、受かった子たちもいればダメやった子たちもいるというお話ですね。で、拭き取ったりもしていきます。ちょっとやりすぎたなと思って顔の手なんか暗く塗りすぎたとこあるんですけど、それはそれでいいと思うんですね。実験とかをしながらこのぐらい深みを持たせるということもしてみてもいいと思います。そして最終的にはデテールを書きながらですね、細かい描写をもっともっと細かく最終的にはお見せしますので、よりによって、筆致を見せていきますので、この辺とかは真上からやったら見えませんけども、最後の方は見えます。本当に変な試験多かったですもんね。今どうなんか全然調べもしてないし、聞きもしてないのでですね、本当に試験会場に行って二次試験やった頑張るぞって言ったらバスがいっぱい止まっていて、バスに乗せられて水族館に連れて行かれたとかですね、芸大の門の前のところに立ち止まらされて、よし振り返れみたいな感じで、そのまま博物館、国立国博ですね、国博の中で試験をしたとか、だから油絵って買って人気なくなっていくんでしょうねっていうのは分かりますよね。そんな難しい試験してたらなかなかついていけませんもんね。地方の高校生なんか絶対無理というような試験とかをやっていた今は知りませんし、ディスっているわけじゃありませんので許しください。では予備校の先生たちも大変やろうなと思って、私もしんどかったですもんね。だから予想立ててもしゃあないし、予想外れたらなんか怒られるのも嫌やから、すっごい適当なことばっかり言ってました。ある年めちゃくちゃ近い試験が出た年あるんですね。もうこれは本当にお前知ってたやろっていうぐらいの、それ僕が予備校の先生を常勤というかクラスを持って始めた1年目の年なんですよ。でその時は1人だけ受かったんですよ。クラス自体はすごく成績が悪くて、でそこでいろいろやっぱ教育のこと真面目に考えたんですけども、その年はめちゃくちゃ悪かったけど、その2次に行った子が1人だけだったんですよ。でその子はすごい有名な作家さんやから名前とか出しませんし、知ってるという人は現代美術系で、絵画をやってる人なら誰でも知ってるんちゃうかぐらい超有名な女の子の作家さんなんですけども、でその年の試験はほぼびっくりしました。もう試験前日によしじゃあもうリンゴと何かを書こうかって言ってですね、その子しか二次試験行ってなかったからですね、マンツーマンスクールですよ。でもう何書いたらいいですか先生って言うから、ちょっとその辺でリンゴ買ってきてですね、適当にこれとこれとこれ組み合わせて書いてみたらって言ったら、ほとんど同じものが出たんですよ。これ本当なんですよ。でなんかこうプラスチックのなんかケースみたいなんだけが違ったんですけども、みたいな確か試験やったんですね。知ってたでしょってすごい言われました。まちというですね、最終的には書きました。その子のエピソードもあるけど言えへんなっていうエピソードが多いので本当に言えないエピソードも結構あります。その子自身というかですね、その時代的にですね、携帯電話が出だしたぐらいの時の試験ですねっていうことだけ察してください。違反はしてません。違反とかじゃないんですが、後々に、どこかの大学で、センター試験中に、なんかがあってみたいなので、携帯電話が取り締まりが厳しくなったんですが、それより10年以上前から実は入ったことあったんですよということがあるんですね。その子の話じゃないんですけどね、その年の話とかやったら
何ぼかあるなと今思い出しましたが、言うのはやめておこうと思いました。ちまちま書いていってます。不正ではないんですよね。まあね、そういうもう本当に戦争みたいでして、予備校 VS なんていうんですか、大学みたいなへんてこりんな。でも大学に入ったら予備校でやってきたことなんか忘れちまえという先生いるんですよね。じゃあそんな試験を出さなくてねえってみんな言ってましたよ。で、髪の毛をヒューッと書いていきます。残り18分後会議が始まります。分かってますよ。なんかこうスマホに来るんですね、通知がね。髪の毛細い線はこのように書いていきます。ジューッとですね、これぐらい透明水彩プラスガッシュを加えることによって深みが出ますよということをお見せしたかったので、今回こういった動画にしました。技術的なことっていうのは本当にもういろんな動画でもお見せしてますし、多分見てたらパレットの色とこんな色とこんな感じで混ぜてるんやなと。でこれとこれを混ぜなさいっていうことは言いません。皆さんでやっぱり自分の好きな色とかは自分の好きな色として、それは個性です。だから私はあんまり言いません。こういう色使いなさい。一回だけかな、桜はこれとこれやったらうまいこときましたよぐらいの感じであんまり言ってないはずです。だからそれは個性です。自分が好きなものとかっていうのは自分で探して見られてください。そしてちまちま書いてってます。これも1000円ぐらいで買った10本セットの筆、案外重宝してますよね。面白いもんですね。そういった筆もたまに見つかることもあったりするのが美術の面白いとこで、これもずっと使い続けてればすぐ悪くなりますし、1年後同じ筆を買って使っても、ね、筆の種類が若干質が悪くなることもありますっていうことを含めて、今回はなんか雑談が水彩で受かった M 君の話が中心に、当時26歳の鬼軍曹と呼ばれた頃の私の話でございました。いやー、なんかふと思い出したな。三越で個展成功祈ってますよね。なんかこういう一回延長になってるんですよ。緊急事態なんちゃらでですね、そういう2021年、6月の22日かな、今日な、そのぐらいやと思いますに録音しておりますということで、本日の動画は以上ですと言いたいとこですが、このぐらいで終わりやったかなというのを忘れました。1分間の多分ギュギュギュッとまとめたところが確かあったのかもしれませんね。皆さんもちょっと不透明水彩なんか使ってみて、ちょっとこれを書くモデルさんを頼んで水につけるって難しいと思いますのでそれは難しい。1分間ですね。ザザザザザと、で、ダダダダダ画面構成茶色ベース作ってですね、ダダダダダ、やっぱこれ分かりやすいですね。髪の毛ガッと黒入れたら焦るでっていう私なんかはですね、でガガガこれ思い切って暗くしました。コントラストつけました。その時ちょっと白とか入れて半透明不透明にしました。じじ細かい描写が入っていきます。これちょっとずつこうね、細かい描写していくんですけど、画面がちょっとずつ下がってきたんでですね、って細かい描写するとハーフトーンが増えてきますよね。で顔とかも描いて、そこからまた周りも描いてて、バランスよく画面全体を見ながら背景なんていうのもバランスよく今2層目塗りましたとかっていうこととか、ちょっと筆調わざと残してるとかですね、こういった感じで書き込んできました。ぜひ何度も見て勉強してみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。ではとか言ってしまいました。初めの時に。これ初めと最後一気に撮ってるんですけども、どうでしょうかね。まあ頑張って書いたんじゃないかなという気がします。ちょっとこう水彩でも、もう少し柔軟に考えつつ、写実的に書くための方法っていうのを今、暗中模索中というかですね、少しガッシュっていう風にな扱いで書いていくということもしています。で、こういったことをやっぱりですね、クリエイティブな人間っていうのは新しい挑戦をしながら自分を徐々に高めていくという作業をしていくんですね。で、うまくいってもそ
それをまたずっと守り続けるというわけじゃなくて、それも残しつつまた新しいこともしたりとか、また戻ったりとかっていうことをしながら、高めていくということがクリエイティブな仕事だと思います。だから面白いんですよ。だからやめれないんですよ。もうルーチンになってこの動画作りも1年ちょっとやっていくと、やっぱり上手くなってくるんですね。おしゃべりも上手になってきたと思うんですけども、基本的におしゃべりこんなぐらいできてたんですけども、カメラの前で喋るということの難しさみたいなのを感じていて、それも1年ぐらい経つとやっぱり慣れてくると、朝8時ぐらいの研究室でございます。8時15分始業ですので、あと5分ですかね。違うわ、8時半から9時かな。授業自体は、今日は9時から会議なんですけど、その前に、録音、録画とかこういうのやっております。次の動画はよく何にするかわかりませんが、またリクエストとかあったらお待ちしてます。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。